あなたは不倫が報われることがあると思いますか？遡ることおよそ35年前の1987年、中国、香港、ここにある家族が住んでいました。警察官である夫チェン・ビンゲと7歳下の美しい妻フォンミン、2人の間には10歳の娘、そして5歳の息子がいました。安定した生活と可愛い子供たち、傍から見ればとても幸せそうに見える家族なんですが、実は妻のフォンミンにはある重大な秘密がありました。それは不倫。彼女は夫に隠れて男性に性的サービスをする仕事を行っており、その客の一人と愛し合う仲になっていたんです。夫や子供たちを裏切り不倫に明け暮れる妻、そんな罪深いフォンミンの身にある日とんでもない出来事が起こるんです。なんと彼女は子供もろとも惨殺されてしまうんです。不倫に溺れた末に無残にも殺害された美人妻、一体彼女の身に何が起こったのか。凄惨すぎる事件から見えてきたのは、妻に残っていたわずかな良心でした。六本木クラスよりイテウォンクラスの方が多分いいぞ。ケンタです。ちょっとそこの男子、日焼け止めはまめに塗った方がいいわよ。ヤミオコです。本日皆様にご紹介するのは中国香港で起こったとある殺人事件について。僕がねこの事件した時にね、ほんと不倫の末の男女関係のこのもつれこじれ、みんな誠実に生きようぜって思ったんですよ。一言言うとね、不倫なんて絶対にダメよ。本当に不倫してる男女なんて、私見たくもないんだから。本当にちょっと結末は気になる。見たいんよ。ではまずね、この奥さんとご主人の馴れ初めから見ていきたいと思います。馴れ初めたい。恋は盲目。遡ることおよそ46年前の1976年、中国香港が今回の舞台。ある一組のカップルが幸せな結婚をしました。夫の名前はチェン・ビンゲ、26歳。彼は刑事として働いていました。彼より7歳年下の妻フォンミンは年齢の割にどこか妖艶な雰囲気のある女性。それもそのはず、彼女はキャバレーのトップガールとして働いていたんです。2人の出会いのきっかけは、ビンゲがフォンミンの働くキャバレーに訪れたこと。刑事だったビンゲは賭博など違法行為が行われている店を摘発する任務についていました。彼が捜査していた悪徳店の一つがフォンミンが働くお店だったんです。ビンゲは捜査のために何度かキャバレーに通ううちにトップガールであるフォンミンに強く惹かれていました。いい仕事しろ。女性に罪はないんだろうけどさ、刑事がこういう形で付き合うのってそもそもありなの？だって犯罪を犯してるお店なわけでしょこれ。ぶっちゃけなんかこう複雑というか、なんか応援しづらいなみたいな。なんか公権力と私的な感情が同じこの仕事場で起きてるみたいなのが気持ち悪いんですよね、多分ね。ビンゲはフォンミンと同棲を始め、その後結婚を決意。しかしその結婚は彼の同僚にとっては手放しで喜べるものではありませんでした。あの女はお前の警察官という地位と権力に惚れてるだけだ。ビンゲのためを思って助言する同僚だったんですが、残念ながらその声は彼の耳に届くことはありませんでした。2人はそのまま多くの反対を押し切って結婚してしまうんです。ただ周りの心配に反して2人は意外にも落ち着いた新婚生活をスタートさせます。妻フォンミンはキャバレーの仕事を辞めて専業主婦になり、夫を支えました。そしてビンゲもそれまで大好きだったギャンブルを一切やめ、仕事も刑事から内勤の仕事に移り、一層真面目に働くようになったんです。あら、なんか周りが思ってたより順調そうじゃない？そうだね、落ち着いてるね。出会いはどうであれ、幸せそうなら応援しますというか、良かったわけですね。なんかやっぱさ、好きになるとね、もう周りのこととかさ、見えなくなるんですよ。うわめっちゃ好き、好きってなるわけですよ、人間っていうのは。でもね、この恋は盲目っていうのは実は脳科学、そして心理学でも証明されているんです。というわけで本日のメトラキーワード、恋は盲目について。人は恋心を持つと認識力や論理的思考力が低下し、相手を正当化しがちになるんです。このように自分の好きなものに対して都合のいい情報だけを見てしまう傾向のことを心理学では確証バイアスと呼ぶんです。加えて恋愛の場合は脳内麻薬であるドーパミンが分泌され、一種の中毒症状が続くため、なかなかそこから抜け出すことができません。恋に落ちると判断力が鈍ってしまうのは実はこれが原因なんです。2005年ニューヨーク州立大学の心理学教授アーサー・アロン博士を中心に、恋人の写真を見た時の脳の状態を MRI で測定する実験も行われているんです。結果、写真を見ている時の被験者の脳は報酬系を司る部分が活性化される一方で、判断や認知能力に関する部位の活動が低下することが分かっているんです。はあ、もう恋愛についてもこんな科学的に実験とか証明が行われてるわけね。科学で解明されたとって素晴らしいよ、恋は。素晴らしいよ。そんなね、幸せそうなね、結婚生活を送っていたね、ビンゲとフォンミンだったんですが、ここからね、一体何が起きたというのでしょうか。妻の秘密。
同僚の反対を押し切って結婚すると、それまでの自由奔放な生活を改め穏やかな家庭を築いていたビンゲとフォンミン。翌年には長女が生まれ、家族も増えました。そんなある日、フォンミンは夫にこんな相談を持ちかけるんです。私、衣料品工場で働こうと思うの。子供も生まれたことだし、あなたにばかり負担はかけられないわ。結婚以来専業主婦をしていたフォンミンが自分を家計を支えるために働くと言い出したんです。家族を思っての彼女の考えに夫ビンゲも反対する理由はありませんでした。こうして夫婦は共働きで生計を立てていくことになったんです。しかし妻フォンミンが働くと言い出したことには実は裏があったんです。裏って何よ。自分も働いて夫を支えようっていうすごいけなげな心じゃない。夫を支えると言っているフォンミンなんですけど、うん実はさっき言った言葉っていうのは自分のね欲求をね満たすための口実にしか過ぎなかったんです。夫ビンゲに向かい衣料品工場で働くと言っていたフォンミンだったんですが、なんとこれは真っ赤な嘘だったんです。この時彼女が始めた仕事、それは売春。フォンミンは昔の仕事仲間から男性を紹介してもらい、夫の留守を見計らって自宅で性的サービスを行うようになったんです。穏やかで幸せそうに見えていたビンゲとフォンミンの結婚生活。しかし実はフォンミンは刺激のない毎日にストレスを溜め続けていました。もともとキャバレーのトップガールだった彼女。店にいた頃は湯水のようにお金を使い、多くの男性からアプローチを受ける日々を送っていました。綺麗な衣装とメイクに身を包み、人前に立てば誰よりも注目を集めたあの頃。それに比べて今は専業主婦なんて退屈なことやってらんないのよ。ビンゲはさ、家計養うためにめちゃくちゃ真面目に働いてるのに退屈だなんてとんでもないわよ。なんかビンゲのね同僚たちが言っていたようにね、結婚反対してたわけじゃないですか。本当に好きになったらちゃんとね変わる人もいると思うんですけど、今回はねちょっと変われなかったっていうことなんですよ。一般的に見れば十分に思える夫の収入も贅沢になれたフォンミンにとっては全く足りませんでした。さらにもともと男遊びが大好きなフォンミン。お金を稼げて刺激的な毎日を送れるこの仕事は彼女にとって一石二鳥だったんです。その後一家は警察宿舎に移り住むことになり、家計にも余裕ができるようになりました。しかしフォンミンはこの仕事に夢中になり、夫に隠れてずっと続けていたんです。そんな中彼女は建設作業員として働くリー・シンライという客に出会います。経済的に余裕があるシンライはフォンミンに多額の金を貢いでくれる乗客。何度も体を重ねていくうち、2人はいつの間にか売春婦と客以上の関係となっていきました。旦那さんがかわいそすぎない？いくらなんでも。ひどすぎますよね。ですがね、欲望に溺れたねフォンミンの暴走っていうのはまだまだ止まらないんです。すっかり不倫相手の虜となったフォンミンは次第に不倫を隠そうともしなくなります。彼女はなんと子供を置いて家を飛び出し、不倫相手と一緒に暮らし始めるんです。さすがにここまで来ると夫のビンゲも黙ってはいられません。彼は不倫相手の信頼の元を訪ね、妻と別れるように直談判することに。しかし信頼は訪ねてきたビンゲに対し、まるで他人事のように冷たくこう言い放ちました。女の心変わりは誰にも止められない。もし俺と別れても彼女は次の相手を探すだけさ。完全に開き直った態度の信頼を相手に話をしても全く埒が明きません。さらに自分が知らない間に夫が不倫相手に会っていたことを知った妻フォンミンも、勝手なことをするなとビンゲを責め立てました。このまま信頼と幸せに暮らすにはどうしてもこいつが邪魔になるわね。そう考えを巡らせたフォンミン。そして彼女はとうとうとんでもない答えにたどり着いてしまうんです。ねえ信頼、夫を殺してくれない？旦那がうざいからって殺す選択肢になるの頭おかしいわよ。ちょっと人として何か違うわよこれ。うわームカつく、殺そうってなんないよな。ならないわよ。しかもね、夫だったらね、妻とね不倫相手に対して別れろっていうの当然なんですよ。なんでこう殺すになるのかっていうのは本当に意味がわからないんですけど、この後ね夫のビンゲのね殺害計画っていうのは本当にね実行されるんですけど、その現場でですよ、なんとね予想外のことが起きるんです。夫を殺した夜。1987年4月3日、夫ビンゲと子供たちが出かけている隙をついて、妻フォンミンは不倫相手の信頼を自宅に連れ込み、夫の殺害計画を進めていました。フォンミンと信頼は夫ビンゲのベッドに電流を流す機械を設置、感電して気を失ったところを殺害するつもりでした。それじゃあ奴がいつも通り寝床につくよ、あとは任せたぞ。フォンミンにそう告げると物陰に身を潜める信頼。夫ビンゲが帰宅するとフォンミンは普段と同じように振る舞いながら、夫がいつも通りベッドに向かうように監視します。電流流す装置ってどこで手に入れんの？ビンゲめちゃくちゃピンチじゃないのよ。やばいんじゃない？そうなんです。2人同時にね寝られるわけですからね、逃げ場があるんでしょうかというね。はあ、そろそろ眠くなってきたら明日も早いし寝るとするか。2人の子供が寝静まったのを見届けたビンゲはそう言うと寝室へ向かいます。そして彼がベッドに腰掛けた次の瞬間、フォンミンたちが仕掛けた電気ショックがビンゲを襲い、彼は失神してしまうんです。ビンゲが気を失ったのを確認すると、物陰に隠れていた信頼は素早く彼の元へ駆け寄ります。ナイフを取り出しビンゲの喉を切りつける信頼。
こうして本民と新来は計画通り夫ビンゲの殺害を成功させるんです。それから4日後、ビンゲが職場に来ないことを心配した警察官の同僚が彼の宿舎を訪れました。そしてドアを開けた同僚は中の光景を見て言葉を失います。血の海となったベッドの上には無残に殺されたビンゲの遺体が。しかし同僚が唖然とした理由はビンゲが殺されていたことだけではありませんでした。ビンゲの遺体の近くには妻本民と子供たちの遺体も転がっていたんです。どういうこと？なんで本民が死んでんのよ。本当わけわかんないですけど、犯人はね、一人しかいませんよね。10歳の娘は10箇所、5歳の息子は8箇所の刺し傷があり、それぞれ血まみれでベッドの上に横たわっていました。そして最も悲惨な姿で発見されたのは妻の本民。キッチンに倒れていた彼女は10箇所以上の刺し傷、そして首は皮1枚でかろうじて繋がっている状態まで深く切り裂かれていたんです。お気づきのように彼女たちを殺したのは本民の不倫相手の新来でした。あくまでビンゲだけ殺す計画だったんじゃないの？どういうことなの？そうですよね。邪魔者として位置していたね、夫だけのはずだったんですけど、なぜ妻もそしてその子供たちも殺されてしまったのか見ていきたいと思います。うまくいったわね。夫が不倫相手の手によって殺された瞬間、妻の本民は興奮に似た感情を覚えていた。夫さえいなくなれば愛する信頼と一緒に生きていくことができる。私が本当に求めていた幸せはもうすぐそこなのね。本民はこれから始まる2人の生活に思いを馳せていた。その時、ママ、聞き覚えのある声が彼女を現実の世界に引き戻した。本民が顔を向けると、そこには息子の姿が。物音で起きてしまったのだろう。5歳の小さな息子はまだ何が起きたかは分かっていない様子だった。こっちに来ちゃダメ、そう本民が言いかけたその瞬間、息子の前に立ちはだかる信頼。そして彼は息子に向かってナイフを振り上げた。ダメ、ダメ。本民は反射的に信頼の手を掴んでいた。確かに私は子供たちにとっていい母親とは言えない。でもそれだけは絶対にダメ。殺すのだけは。母である彼女の両親がそこにはまだ残っていた。ところが彼女の願いは虚しく消える。信頼はあっさりと手を振りほどき息子を刺した。どうして、どうして、本民はキッチンの包丁を手に取り、信頼に向かって振り回した。その刃先は彼の太ももをかすめ、血をにじませる。何すんだ。共犯であるはずの本民の突然の裏切りにカッとなった信頼。彼はそのまま迷うことなく彼女を。母親として子供を思う気持ちはあったのね。同情はできないんだけどね。全部本民のせいだけどね、もともとはね。そういう人間性は見えつつも、その不倫相手のね、異常性もね、浮き彫りになってますよね。夫だけを殺すはずが、結局息子と本民まで殺してしまった信頼。しかし彼はその後も至って冷静に犯行現場の偽装工作を始めました。まずは一家全員を狙った犯行と見せかけるため、家族の中でまだ生き残っていた10歳の娘を殺害。さらに台所から奪った何種類かの刃物でそれぞれの遺体をめった刺しにし、複数犯を装うんです。最後に夫ビンゲのそばには多額の借金トラブルをほのめかすメモを残しました。こうして金銭トラブルの末の犯行という架空のストーリーを偽装したんです。信頼、これ悪知恵働きすぎよこれ。とっさのね、犯行とは思えないほど計画的ですよね。ほんとそれは。しかし警察もこんな偽装工作に騙されるほど無能ではありません。すぐにメモはビンゲが書いたものではないと見破られ、妻本民が不倫していた事実から信頼へたどり着きます。このほか犯行翌日に信頼が大怪我を負っていたという証言や、現場のメモと彼の筆跡が一致していたことなどが動かぬ証拠に。こうして逮捕された信頼は事件から3年後の1990年無期懲役の判決を下されました。泥沼不倫の行き着いた先は、不倫していた妻の家族が一人残らず犠牲になってしまう悲惨すぎる結末でした。不倫相手の信頼に殺されるその時、妻の本民は一体何を思ったのでしょうか。そして人はなぜ不倫をしてしまうのか。刺激が欲しいから、寂しいから、パートナーにもう愛情がないから、様々な理由があると思うんですが、家族とのけじめもつけず感情だけで動いてしまった時点で、何を言っても言い訳でしかないと僕は思います。おざっす皆さんね。なんでこの度アトリエストアムーントリプリで姉妹チャンネルのね、ミッドナイトムーンのケンとヤミリのハロウィンボイスが販売ですよ。ハロウィンボイス。何を支え合えてくれるわけ？ハロウィン、ハロウィン。絶対違うでしょ。というわけでね、皆さんよかったらチェックしてみてください。どんなボイス入ってるか楽しみ。